こんな音出ていいの？この値段で？ Gadget Budget。 皆さんこんにちは。ガジェットのなおです。前回に引き続きオーディオ回となります。今回はハイレゾではないですが、ちょっと興味のあるイヤホンを入手しましたのでレビューしていきたいと思います。KB イヤーの KB02 という製品です。価格は4129円でした。なぜこちらを購入したか簡単に背景をお伝えします。私はもともと BQ アイズのウィンドという製品が気に入って使用していました。こちらは購入が2024年頃で、当時の価格は2万5000円くらいだったかと思います。これ、中低音域に骨伝導のドライバーユニットが使用されているんです。骨伝導で中低音が出るというだけで、どんな音が出るか気になりませんか？当時私は骨伝導イヤホンを持っていなかったので、どうしても気になってしまい、イヤホンではミドルクラスのお値段ですが、買ってみたのです。ハウジングは重く、少し大きめなので、これを長時間使用していると耳が疲れてしまいますが、こってりと濃厚な中低音がとても好みで、よく使っています。スペックはご覧の通りです。周波数帯域が広く、ハイレゾの再現力も良いです。インピーダンスはやや高めなので、アンプにパワーが必要ですね。微ケーブル対応で、私はケーブルを変更して使用しています。これがウィンドという製品です。そして今回レビューするこちら、KB イヤーの KB02 ですが、こちらも骨伝導ユニットを搭載しているんです。しかもウィンドの約5分の1という価格です。これはもう聞いてみるしかないと思い、購入してみました。それでは早速開封していきましょう。今回は日本の Amazon で購入していますので、箱は綺麗ですね。スペックが日本語で書かれていていいですね。本体はスポンジにしっかり固定されています。ラメ入り樹脂のフェースがとてもかっこいいです。説明書も付属していますね。中英で日本語はありません。イヤーピースは3サイズ同梱されていました。ケーブルは無酸素導ケーブル、2ピンの 3.5mm ジャックです。付属のものはちょっと細めで若干頼りない印象ですが、微ケーブルに対応していますので交換が可能です。スペックはこちら。ドライバーユニットはダイナミック型と骨伝導のマルチドライバー構成になっています。周波数帯域は 20Hz から 20kHz で一般的な範囲ですね。インピーダンスが 40Ω とかなり高いです。このイヤホンをしっかり鳴らすには DAC またはヘッドホンアンプなどが必要かなと思います。ダイナミックドライバーが含まれているので、検証前にエイジングを行っておいた方が良いですね。聴く音楽はこちらにしました。ロスレスフォーマットの音源となります。前回同様 PC で再生、 BAC は NICE HCKNS1 を使いました。思わず「おー」と声が出ましたね。私の評価はこちらです。ややドンシャリ傾向ではあるものの、バランスは非常に良く、各音の定位がはっきりしています。ボーカルはうずもれることもなく、透明感があり、息遣いまでしっかり聞き取れます。ハイハットやシンバルも小気味よく、低音ももったりせずクリアです。
この価格でこんな音が出てしまうのかと少しあっけに取られてしまいました。ハイレゾ非対応ではあるものの、日常的に使うには十分と思います。またこちらの製品はリケーブルに対応していますので、同じ規格のケーブルを所有していればケーブルを交換して音質の変化を楽しむことができます。リケーブルを行うには同じ規格プラグの種類に注意が必要です。イヤホンの本体側は主にシュアーでおなじみの MMCX、 中華系イヤホンでよく見かける2ピン QDC などの規格があり、それぞれコネクタの形状やサイズが異なります。またプレイヤー側、今回であれば DAC ですが、の端子にも 3.5mm、2.5mm、4.4mm などの種類がありますので、違う規格のものを選ばないように注意が必要です。規格はリケーブル可能なイヤホンのスペック表を見れば大体書いてあります。KB02 は 0.78mm、2ピンという端子だということがわかります。そしてナイス HCKNS1 は 3.5mm 端子ですので、2ピンで 3.5mm のケーブルがあれば変更することが可能です。試しに交換してみました。ケーブルはナイス HCK の IC ムーンという製品で、ケーブルの材質は16芯高純度単結晶銅と銀メッキ無酸素銅のミックスになっています。 3.5mm のものが手元になく、 4.4mm のバランス接続のケーブルに変えています。バランス接続とは音の信号線を各チャンネルで独立させ、信号のグランドを共有しないことでノイズの低減と音質の向上を実現する接続方法です。私が普段聞くときはほとんどバランス接続のケーブルですね。リケーブル前と同じ曲を聴いてみました。 4.4mm 接続で DAC も違うものを使っているため、あまり比較の参考にはなりませんが、このイヤホンはリケーブルをした方が本領発揮できるみたいです。より高音、低音が強調され、バランス接続により音像がシャープになります。今回は IC ムーンしか試していませんが、ケーブルに使用されている金属や加工の方法、太さや長さで音質が変わるのはとても面白いです。交換できないイヤホンはそれで完成形ですが、リケーブルが可能であれば何通りも味変ができるのです。Bluetooth など無線のイヤホンは携帯性に優れ、移動時の普段使いには良いですが、自宅でじっくり音楽と向き合う時の選択肢としていかがでしょうか。概要欄にイヤホンとケーブルのリンクを貼っておきますのでご参照ください。この動画が少しでもお役に立ちましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。